皆さんこんばんは、えりこです。このポッドキャストでは日本語が大好きな私が日本語学習者の方、そして日本語ネイティブの方になるほどと思っていただけるようなエピソードをお届けしています。さて、皆さんは起きて朝一に何をしますか？朝一というのは朝起きてすぐという意味です。私が朝一にすることは熱い紅茶を飲むことです。皆さんはコーヒー派ですか？それとも紅茶派ですか？それともお白湯派ですか？最近は健康のために朝一にお白湯を飲む人も多いですね。お白湯というのは一度沸かしたお湯を50度前後まで冷ましたものです。もちろんお白湯が体にいいことも分かっていますが、水の味が苦手な私にとってはなかなか習慣にするのは難しいです。今日一日の気分を決める大事な朝には気分が良くなるものを飲みたいんです。私は病は気からを信じています。病は気からということわざは、病気は気持ち次第で良くもなれば悪くもなるという意味です。だから気持ちが落ち込むと体調も悪くなるということですよね。つまり私は気持ちや気分が健康に大きく影響すると信じていますから、その日一日の気分を決める大事な朝には気分が良くなることから始めようと思っています。ということで、私の朝はまず大好きな紅茶を飲むところから始まります。私は単純に紅茶の香りと味が好きなので飲んでいますが、実は最近、紅茶がこの寒い季節にとても注目されていることに気がつきました。皆さんは紅茶の効能をどのくらい知っていますか？私の場合は、ずいぶん前に見た紅茶のパッケージに、紅茶に含まれるテアニンという成分にリラックス効果があると書かれていて、それぐらいしか知りませんでした。でも最近 SNS でちらほら見かけるようになったのが、紅茶を飲むと15秒でインフルエンザ菌が死滅するというものでした。冬になるとインフルエンザに感染する人が多く、こんな情報にはみんなが飛びつきますよね。ですが、最近は情報をちゃんと精査しないといけませんよね。精査するというのは、丁寧に細かく調べることです。真偽が確かじゃない情報に踊らされがちな時代ですから、私は慎重に受け止めて、いろいろな情報元を調べました。真偽というのは、真実か嘘かという意味です。ここでの踊らされるというのは、他人の思う通りに行動してしまうという意味です。まずみんなが目を引きそうな15秒、インフルエンザ菌、紅茶で検索すると多くの記事が出てきます。簡単に共通する内容を紹介すると、紅茶が発酵されることで生まれるテアフラビンという成分がインフルエンザ菌を15秒で 99.9% 死滅させるというものです。毎朝だけでなく、1日何杯も紅茶を飲む私としては、ここで小躍りしてしまいそうな情報なんですが、ここでぬか喜びしてはいけません。小躍りするというのは、飛び上がるほど喜ぶことです。ぬか喜びというのは、一度喜んだ後に、それが勘違いだと分かり、がっかりするような一時的な喜びのことです。そこから私は情報元を調べました。実際に誰がどのような実験をして導き出された情報なのかが気になります。そして私はいくつかの真実を知りました。実際に紅茶に含まれるテアフラビンが
10秒でインフルエンザ菌の効力を失わせるという実験結果がいくつか見つかりました。ただ、その実験はマウスや犬の腎臓を使ったものでした。臨床試験で得られたものではないのが少し気になります。臨床試験というのは人を対象に行われる試験です。私はさらに臨床試験で紅茶がインフルエンザ予防に効果があると認めたものを探してみました。すると、ある論文が見つかりました。タイトルは紅茶エキスのうがいによるインフルエンザ予防効果です。興味がある方は後で検索してみてください。5ヶ月間にわたって行われた実験では、151人は紅茶エキスで朝と夜にうがいをしてもらい、146人には何もしてもらいませんでした。うがいは水などを口に含んで汚れを洗い落とし吐くことです。その結果、インフルエンザの感染率は紅茶でうがいをした人は 35.1%、何もしなかった人は 48.8% だったそうです。その差は 13.7% でした。とにかく紅茶に感染力を抑える効果があるのは間違いなさそうです。ただし、ミルクティーでは紅茶の有効成分のテアフラビンが働けなくなるため、インフルエンザ予防効果がないことが分かっています。でも、砂糖やレモンは入れても影響がないそうです。ちなみに、紅茶にはリラックス効果、インフルエンザ予防効果だけでなく、さまざまな効果があります。まずは、カフェインのおかげで頭をすっきりさせつつ集中力を高められます。また、血液の流れが良くなるので、血圧の上昇を抑えられます。また、緑茶にも含まれているカテキンが紅茶にも含まれています。カテキンは解毒・消毒作用があると言われていて、特に食中毒の原因となる菌に対して効果があります。そしてポリフェノールには口の中の細菌の増殖を抑える働きがあると言われていますので、口臭予防や口内の健康を維持できます。ですから、食後に紅茶を飲むと良さそうですね。その他、調べるとたくさんいい効果があることがわかります。紅茶が好きな人にはどんどん効果を知って、いい気分で紅茶を飲む習慣を楽しんでほしいと思います。最近世の中では抹茶と騒いでいますけれど、実際どの食べ物や飲み物にもそれぞれいい効果がありますから、誰かが利益を得るために出された情報に踊らされるのではなく、皆さんの好みや体調に合わせて選ぶのがいいんじゃないかなと思っています。いい気分や前向きな気持ちが健康な体を作り出すのは疑いようのない事実ですよね。疑いようのないというのは当然、当たり前、はっきりとしたという意味です。さて、皆さんは朝一に何を口にしますか？もし紅茶がお好きだったら、明日の朝は紅茶で一日を始めてみるのはどうでしょうか。朝一番の気分はとても大事です。皆さんがいい朝を迎えるために朝一やっていることがあれば、ぜひ教えてください。YouTube チャンネルでは、このポッドキャストでお話しした内容について、もっと詳しくお話しするライブ配信、エリコカフェオンラインを実施しています。ぜひ YouTube チャンネルの登録をして、ライブ配信に遊びに来てください。インスタグラムでも私の日常やレッスン情報をお届けしていますのでフォローしてください。YouTube もインスタグラムもエリコ塾 ERIKOJUKU でアカウントを検索できます。オンライン個人レッスン、そして日本語を通してみんながつながるオンラインサロンについては
えりこ塾のウェブサイトをご覧ください。それでは今回も最後まで聞いてくださってありがとうございました。次回も聞いてくださると嬉しいです。ではまた。